はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回とても聞きにくい声だったにもかかわらず大変優しいお気遣いのコメントをたくさんありがとうございました。おかげさまで良くなっているので早速撮っていきたいと思います。今回は2月18日までの流れを全体の流れとお仕事と人間関係で見てみますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードの5、カップの6逆、ワンド5、戦車の逆、タワー、ストレングス、そしてカップ7逆、はい、ソードナイト逆とペンタクルスのページとオラクルはワンドの3です。なんか面白いドラマがありそうですね。まずちょっと星の話ですが、2月の4日以降、金星という華やかさとか社交性とか愛情とかお金とか美しさっていうものを司る金星がお羊座に入ったんですね。それによって天秤座の皆さんは他者との関係が新しくなるとか、何か人との関係の中で、恩恵がある。平たく言うとなんかちょっとモテたりとか、人が寄ってきたりとか、人との関係性の中で喜びを感じやすいよっていう流れがあるんです。でなおかつ2月の4日から木星が逆行していた木星が順行に戻ったということで、この自分の世界がどんどん広がっていくよみたいな、そういった流れにも始まっています。まだ火星はね逆行してるんですけれども、なので仕事上のなんか成果みたいなものはご自身が思ってらっしゃるほど順調に感じないかもしれませんが、とても今クリエイティブな時なんですよね。そしてなぜ2月18日までなのかっていうと、2月18日から18日の途中から太陽が魚座に入ってくるということで流れが変わるんですね。なので2月の18日以降は日常生活とかお仕事とか勤務先のこととか自分の健康を見ていくのに良くなっていくんですが、それまでっていうのは自分の中から湧き上がってくる喜びとか楽しさとかチャレンジとかクリエイティブに何かを計画していくっていうのがいい時になるんです。なので、恋愛とかももちろんいいですし、恋愛に限らず自分のレジャーを楽しむとか趣味を楽しむっていうのもいいんですね。で先ほど言ったみたいに2月4日から人間関係というか他者との関係も恩恵が入ってきているので、人との付き合いの中で喜びたくさん感じられるんじゃないかなって思うんですよ。で、ただですね、2月の12日満月なんですけれども、この満月ちょっとエネルギーがビリビリ激しくて、要するに自分はこれがいいと思ってこれ楽しいと思ってやって楽しいよねって一緒に楽しんでるのに急にねちょっと違う意見が入ってきたりとか、なんとなく誰かにどう思われてるかっていうことにすごく刺激を受けたりとかして、良くも悪くもなんですけど感情が揺さぶられやすい感じがするんですね。で今カードで見ると天秤座の皆さんが誰かとの関係において自分は裏切られているんじゃないかとか利用されてるんじゃないかみたいな、そういった疑いの気持ちっていうものがちょっと出てきてるんじゃないかなって思うんですね。でそしてそれはなぜなのかって言ったら、この穏やかな状況から何かちょっと崩れたりして、そこからまた立て直すことによって物事をもっとより良い形にしようとする動きがあったと。でそのためには一旦壊して要するに作り直すみたいな感じのエネルギーなんですけども、そうするにはちょっと忙しいわけですよ。あれもしてこれもしてってやらないといけないので、その忙しさの中で少し自分自身が余裕がなかったのかもしれないし、なんかもう少し他者からの手助けとかサポートがあると思ったけどそこまでなかったとか、結局自分が全部やらなくちゃいけなかったじゃないみたいな感じかもしれません。でそれによってだんだん自分もなんか自分が求められていないのであれば、必要とされていないのであればやめとこうかなぐらいの気持ちにだんだんなってきて、そしてなんか自爆しそうになるみたいな感じがあるんですよね。だけどその後にすごくね大きな気づきがある感じがします。混ぜてる時になんとなくちょっと
キューってなんか胸がしたんですよね。でこれはなんか心配とか、なんかもう私はダメなのかみたいな感じでちょっと思うんだけど、そのキューってなった分ふわーっと広がった時の喜びっていうのが大きくて、とてもこれはなんかまるで恋愛のような感じなんですよね。恋愛の時ってすごくドキドキしたり、なんか心配になったり、嫉妬してみたり、会えないのかと思ってみたら会える時がすごく楽しいみたいな、なんかそんな感じで、すごくちょっと入り口がね、こうご自身が自分のことを疑ったりとか他者を疑っていることによって自分の可能性や自分の魅力や才能っていうものを自分で狭めているかもしれないと思った時に、それをちゃんと客観的に見て感じて、私は私のままでいいんだとか、何も悪いことなかったっていうことで、その大きな気づきがあり、自分がいかに自分の可能性を防衛で崩していたかっていうことに気づき、でその後自分から無限の愛の力が蘇ってくるっていうかね、不可能を可能にする力が蘇り、それは仕事でもいいし、恋愛でもいいし、なんかプライベートでもいいし、非常に天秤座さんが持ってるいいエネルギーが溢れてるっていう感じがします。そしてその次がカップの7の逆ということで、ちょっと不透明だったものがですね、一つはっきりしてくるよっていうふうに言われてます。可能性がいっぱいあったけど、新しい可能性が見えてきてて、でこれだ、次やるのはこれだみたいなのが見えてきてますね。闇雲に自分のエネルギーをこう降り注ぐというよりは、はっきりしたこと、これだっていうことに対してエネルギーを注いでいく感じがします。そしてオラクルがね、やっぱりワンドの3なので、非常に未来に向かっているエネルギーなんです。これは未来の展望が明るいとか、将来はこうだみたいな、そういった方向に向かっていくよということなので、星で見てもそうですし、カードで見ても、カードで見るとちょっとドラマティックだなっていう感じはするんですね。自分でダメだと思って見たかと思ったらすごい復活して、うわよかったみたいになるので、その振り幅が大きいんですけれども、ただ星は変わらず応援のエネルギーを注いでくれてるわけですね。でそれでいくと一番言われてるのは、やっぱり喜んでいいんだよっていうエネルギーなわけです。チャレンジしていいんだよ、自分の人生なんだからっていうようなメッセージなんですよね、この時期の星の動きは。なので自分が自分を傷つけないようにとか、失敗しないようにとか、他者に批判されないように自分で自分のエネルギーを防衛している、こう狭めている、そのことに気づいて自分で許可して喜んでチャレンジすればすごくいい結果になるっていうことなんですね。これ人間関係でもすごくこれはあるんじゃないでしょうか。自分が私嫌われてるかもとか嫌がられてるかもと思ったら、ちょっとなんかエネルギーおかしくなりますけど、相手にすごく好かれてるんだっていうふうに思ってやると、ものすごくいいエネルギーが出てくるみたいな感じですね。それが全てのこと、仕事でも家族のことでもビジネスでも人間関係でも、全部にそのことがテーマとしてあるよっていうふうに言われてます。対策のところでソードのナイトやペンタクスのページっていうのが出てるの、どちらもコートカードなんですよね。本当はもっと積極的に関わりたいとか、本当はもっと相手にこれを言いたいんだっていうのがあるけど、大事にしたいからそっとしておくとか、あんまり波風立てないようにしてるっていうこともあるかもしれませんね。でも人間関係いいわけですから、壊れることを恐れずに正直に向き合っていったら、とてもいいなんかブレイクスルーがあるような気がしますね。ちょっと仕事のことを見てみますね。ソードの10、カップの、ナイト、そしてペンタクスのページとソードの2ですね。何かね、こうクリエイティブな時とかチャレンジにふさわしい時っていうのは恐怖もあるんです、リスクもあるんです。だけどやりたいからやるみたいな時なんですね。なのでお仕事はもしかしたらそれをやるのはちょっとリスクが大きすぎるんだよみたいなものがあるかもしれません。ただ他者からの申し出だったりとか、それを必要としている人がいるみたいで、そこに応えるにはちょっと大変だなって感じはありますが、なんかこう過去に自分が他者との関係の間で何があったかとか、仕事で例えば裏切られたとか、信頼してたのが違ったとか、そういうのあったかもしれませんが、
それを超えて挑戦していけるんだよって言われてる気がしたんです。そしてそういったことがないことがいいことではなくて、それを経験できた自分っていうものが非常に素晴らしく、だからこそ自分はもう一歩、次の一歩を踏み出せるんだっていうことで、お仕事に関しては自分の自己成長につながる一歩っていうものを見つけられるっていうふうに言われてます。なので何でもいいのでやってみたらいいと思いますよ。お仕事に関してもこれやって取り入れてみようかなと思うことはやってみたらいいと思います。結果がいいからやるとかじゃないんですよね。そのプロセスの渦中の中でそこに意味があるからやる感じでお願いします。ちょっと人間関係を見てみますね。人間関係、女教皇ですね。そしてワンドの8、ソードの4ということで、なんだかね、要するに人に対しての気遣いが強いんですよね。なんとなく気遣いっていい風に出るといいんですけれども、遠慮しがちだと相手に変な誤解を与えるかもしれないんですよね。で、じゃあ人間関係どうですかって言った時に、なんかね、自分がちゃんとした人であろうとか、役に立つ人であろうとか、相手に迷惑をかけないスマートな自分であろうみたいなエネルギーが強いなと思いました。ワンドの8も出てるので、急に会いに行くことになるとか、急に関わるとか、なんかそういう急な関わりがあるかと思うんですが、そこに対して自分はすごく冷静できちんとしてるみたいな感じなんですね。なのでビジネスを一緒にやっていくとか、なんかミーティングするとか、そういうのに関してはとてもいいですが、もうちょっと緩くてもいいよって感じがします。人間関係だからちゃんとしてなくたって価値ある人間だし、存在してることだけでいいわけですから、なんかそういう自分を自分で認めて、今日はちょっとしんどいからやめときますみたいな感じで拒否するのもありだと思います。ここでレストっていうちょっと一時休止みたいなカードも出ているので、なんかあまりにも急激すぎてついていけないわと思うのであれば、少しお休みしてもいいと思いますね。そういう動きがあります。なんか急に行こうと思ったらやっぱりやめようとか思ったり、全体のとこでもね、なんか自分でもうダメだと思ったらものすごい良かったりみたいな感じで、ちょっとドラマティックなんですよね、エネルギーがね。でもそれぐらいの時なんですよ。だってチャレンジしていい時だし、喜んでいい時だし、やっと流れ始めたしっていう時でね。なので忘れないでほしいのは、ご自身は未来に向かってちゃんと今を心地よく過ごせていますかみたいな感じです。誰かを疑ったり自分を疑ったりして可能性を狭めずに、自分自身を信じて、今の自分を信じて、未来を信じて進んでいってねっていう感じがしました。はい、どうでしょうかなんか分かりました、通じましたよという方は、いいねボタンやコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後にもう一枚ね、オラクルカードを引いてみたいと思います。ちょっと待ってねこれかな。はい、どうでしょう。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。なんか頭の中でいろんなことを感じそうだし、いろんなことを感じて振動していきそうな感じがしますよね。なんかね、サインを受け取ると思うんですね。なんかピピッとくるっていうか、それは自分の直感を使って来ると思いますし、いい選択ができると思いますよ。非常に脳細胞が活性してる感じがしますね、これは。はい、脳細胞活性してる。チャレンジしたかったらしてくださいね。はい、ということでここまでにしておきます。次回また2月の18日ぐらいまでにアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。